めっちゃ満足してます。これでも満足してるぐらい。本当ですか。この肩のここが直角になったの結構嬉しいです。脂肪吸引包茎をメインで行っている森脇慎です。今回は26歳女性の二の腕肩脂肪吸引のマーキングから施術風景、術後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のダウンタイム経過のインタビューとビフォーアフターをそれぞれ見ていこうと思います。それでは早速見ながら解説していきます。はい。まずはいつものようにマーキングからですね。まずは事前にどこが気になるかっていうのを確認してからマーキングに移ります。黒のマッキーと紫のマッキーを使ってそれぞれ筋肉の走行を黒で、紫の部分はしっかり取るところという感じでマーキングをしていってますね。これを左右両方行って施術に入っていきます。本当にこのマーキングで気をつけるところというのは、しっかりと皮下脂肪の厚みを確認して、どこに筋肉が走っているかっていうのをしっかり確認しながら行うことが重要になってきます。次が施術になりますね。一部グロテスクなシーンが含まれているので、苦手な方は飛ばしてインタビューのところに飛んでください。吸引中ですね。二の腕の厚みを確認しながら吸引していってます。このカニューレを前後しながら、しっかりと脂肪を均一に吸うのが大事な作業になってきますね。カニューレを通って、吸引のチューブを通って脂肪が吸われているのがわかるかなと思います。しっかりと圧を左手でかけながら吸引は行っていってます。こちらが吸引された脂肪ですね。黄色みとオレンジ色の感じの脂肪が吸われているのがわかるかなと思います。ではここから術後1ヶ月のインタビューを見ていこうと思います。どうですか、1ヶ月の経過を。1ヶ月思ったより細くなったので、これぐらいでも満足してるんですけど、なんかもうもっと細くなるっていう、今ね、拘縮結構強め、右とか強いと思うんで、この硬い感じあるんじゃないですか。いや結構硬いですよね。こうやった時にこうなってるの分かりますか？あ、分かります。ここはもう本当にピュッとへこむので、もっと全体的にこことかみたいな、キュッとなるので、今なんか若干ストレートじゃないんじゃないですか。はい。ここがもっとストレートになるので、もっとそうなりますね。もともとどういう理由で受けようと思ったんですか？結構ダイエットしても二の腕だけ減らないとか、ノースリーブ着ても肩浮かせちゃうとか細く見せるためにやってたので、もうなんかそれも嫌だなって思って、結構、骨格的に多分ここががたいよく見えちゃうタイプなので、なんかノースリーブとかニットとか着てもガンダムっぽくなっちゃうんですよ。がっちりしちゃう。であとここも結構もっこりしてたので、でも細かったですけどね、もともと。いやーそんなことないです。もうめちゃ太かったです。そんなことはないけど、まあでも実際やってみてどうですか？いやもうめっちゃ満足してます。これでも満足してる。本当ですか？細さ的には。まあでも欲を言えばやっぱこういうところもいつかは取りたいなってことかもありたいな。そうですね。まあよくカウンセリングの時言わせてもらうんですけど、やっぱりこの腕を細くするじゃないですか。そうするとバランスが結構大事なんで、この前とこの後ろですね、やってあげると全体的に肩幅も狭くなって、ノースリーブ着た時めちゃくちゃ映えるんですよね。いやそうですよね。だからまあ確かにやってもいい。結構おすすめはするんですけど、まあ、やらない人はやらない。結構ダウンタイムが辛かったので。そうですね、確かに。ダウンタイムの時にこれが辛かったみたいなのありました？周りに言ってる人は言ってたんですけど、言ってない人は言ってなかったんで、ボーリング連れてかれたりとか、結構2日目とかでされて。マジですか？できました？もう両手でこうやってました。ボーリングできないでしょ、普通に。いや、もうこれは無理でしたね。ですよね。じゃあまあ一応ボーリングに行ってボーリングの球を持つことはできました。2日目で。腕もここぐらいまでしか上がらなかったので。そうですよね。それどれくらいまででした？ 1週間ぐらい、もう要介護って感じでした。要介護1週間。着衣も一人で着れなかった。そうなんだ。シャンプーとかいけました？頭これでもなんかボーリングできるって言われたら何でもできそうなイメージがあるんですけど、他拘縮とかは？拘縮はなんか結構やっぱここがつっちゃう感じがあって、多分マッサージはめっちゃやってました。そうですね。一番ピークなんで、ここからちょっと硬めのどんどん緩くなってくると思うんですけど、ちょっと硬めなんで、もしかしたら3ヶ月でも若干残ってるかなっていう感じのやつかな。買いました、こういうやるやつ。買いました？買いました。いいっすか？まあよくわかんないんですけど、でもあれ使ってなんかクリーム塗ってあったかいのでこう。まあでもそういうね、代謝上げる運動とか行動は結構大事なんで。若干ですよね。傷が治りにくいのかな。そうなんですよ。なんか結構腕これことかもいけるなんですけど。圧が残りやすくて、そうですね。なんかもうそれはもう事前に自分で分かってたので、まあこんぐらいの後のまあ残るだろうなぐらい。まあまだ1ヶ月なんで、大体半年から1年で徐々に消えていくんですよ。ただちょっと普通他の人より若干治り遅そうだなっていう印象ありますね。若干
これでますもんね。そうです、そうなんです。そう体質とかもあるんで、傷跡のところ結構気にされる人は気にされるんですけど、今は気にしてないって感じです。まあでもどんどん薄くなっていくので、ちょっとそこだけ経過見ましょうか。はい。次に1ヶ月後のビフォーアフターですね。振り袖の部分、結構スッキリしているのはわかるかなと思うんですけど、まだ硬い感じがあるので、ぼやけているのはわかるかなと思います。ただビフォーアフターしっかり比べると差はわかりますよね。かなり細くなっています。さあ、ここから3ヶ月後の経過を見ていこうと思います。3ヶ月経ってどうですか、今。3ヶ月経って、やっぱ硬さとかも、やっぱ時間経つにつれ収まってきたんですけど、まだちょっと硬さがあるので。そうですね、まだ若干ね、ところどころコゴコゴした感じがあると思うんで。そうですね。でも細さ的には全然気に入ってるというか。意外ですね。ナチュラルな感じの、あんましすぎるとこうね、線が出たりするんで、多分これぐらいが。下の肘の上。そうね、そこやっぱり一番腰がね、長いんですよ。あ、そうなんですね。どれぐらいできる？3から6ヶ月ですけどね。早い人は1ヶ月で治るんですけどね。あ、そうなんですね。この肩のここが直角になったの結構嬉しいです。キーになりそうな感じの出たので、よかったですね。はい。やる前にこれ知っといた方がよかったなとかあります？思った以上に痛いっていうのは、そうですよね。はい。言いたかった。言いたかったですね。本当に解除必要みたいな。シャンプーで言いました？頑張ってって感じで。1週間ぐらい、10日ぐらい。私も3日とかです。あ、3日か。じゃあ最初の2、3日が一番辛い。そうですね。他なんか気になることありました？満員電車とか。あ、そうですよね。触られるとちょっとね。でマッサージとかもした方がいいって言われてたので、やろうっていう気持ちにはなってたんですけど、痛くて自分では多分できないので、もしかしたらこういうところでインディゴとかやった方がもしかしたら。行ったんですか？あ、いや、1回だけそうやりました。通ってる人は早いけど、まあ別に通わなくても治るじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらが3ヶ月後のビフォーアフターですね。変化かなりわかりますよね。すっきりしてきています。綺麗ですね。最後6ヶ月後の経過ですね。この方6ヶ月後の経過の時にペラペラにしたことによって筋肉の筋が少し見えるのを改善したいということで、また2日後に結婚式が控えているということで、ウェディングドレスをしっかり綺麗に着たいということで、ボトックスを併用しています。ではそのボトックスの様子を見ていこうと思います。まあ今半年後で、結構細さはすごい、どうですか？細さ的には。細さはすごく満足してますね。薄くすると若干この筋肉の盛り上がりがやっぱりどうしても出るんですよね、女性の方でも。ここに三角筋があって二頭筋と三頭筋のラインのところがこことここが出るので、ちょっとそれでこの筋肉のボコッとした感じがちょっと気になるっていう場合があるので、そこにボトックスを打ちますね。ちょっとあれですよね、気になるのはこのボコッとした感じと傷跡ですよね。そうですね、ちょっと傷跡も結構個人差あって、今見えるかな、この感じで、この方だと若干というか盛り上がってる感じがあるので、ちょっとこうなると経過が長くなっちゃうんで、そこがやっぱりね、こっちと比べるとこっちの方が治りが遅くなっちゃうので、今からやるのが腕のボトックス。日本でも結構流行ってはきてるんですけど、筋肉の盛り上がりのところを打ってあげて、マイルドにしてあげて、ボコつきを軽減するっていうのをやっていきますね。痛いですよね。痛いですね。結構結婚式前に受けようと思ってくれてる人多いんですけど、あんまり書き込みでやらない方がいいんですよね。結構3ヶ月とかでまだなんかこう、あったので、駆け込みやらない方がありがとうございます。最後にビフォーアフターです。こう見るとかなり差はわかるかなと思います。普段力を入れないときは筋肉の筋は見えないんですけど、やはりぐーっと収縮させたときに少し気になるということで、今回はボトックス打ってます。ただかなり変わってますよね。はい、ということで今回はですね、26歳女性の二の腕肩脂肪吸引の6ヶ月目までの経過を見ていきました。しっかりカリカリにすると、この脂肪はクッションの柔らかい作用があるので、そこがなくなって筋肉の筋がこうぐーっと力を入れたときに見える方がいます。そういったところが気になる方は、あえて若干残して厚みを残すか、または先ほどのようにボトックスを打って改善させてあげるというのが一般的です。この方言っていたように結婚式前にウェディングドレスをきれいに着たいということで二の腕脂肪吸引を希望される方も多いですが、しっかりとダウンタイムが取れる時期に行うのがベストだと思います。今後も脂肪吸引や包協に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また脂肪吸引に関する相談は概要欄の公式 LINE から脂肪吸引相談希望と連絡いただけると対応させていただきます。それでは。